現在ある確かな手がかりからロックスこそが日の傷の男であることが示されており、作者の小田栄一郎もこれまで何度もその暗示を出している。第一に、ロックスはゴッドバレーの戦いで戦死してはいない。ロジャート・ガープによる最高強度の覇気で打ち倒された後、ロックスはドミリバーシの状態を解除した。ガーリング星の致命的な一撃に直面した際も、ロックスは全く恐れの色を見せなかった。なぜなら彼は黒ひげと同じく心臓を2つ持っていたからだ。ガーリング星はそのうちの1つの心臓を破壊したに過ぎず、そのため小田栄一郎は最終的にロックスの結末を行方不明と設定したのである。彼は偽装師で人目を欺き、バスターコールの放火に紛れて見事に逃亡を果たした。しかし、心臓を一つ失い重傷を負ったため、もはや全盛期の実力を発揮できなくなり、さらに長年上半身裸で戦っていたことが災いし、最終的に全身に広範囲の火傷を負うことになった。第2に、モリアのゾンビ軍団もその証拠となる。カイドウとの戦いに敗れた後、モリアは痛みを教訓とし、生きているからこそ失うのだ、という道理を悟った。そこで彼は世界各地を巡り、亡くなったトップクラスの強者たちの遺体を探し出し、自身のゾンビ軍団を結成した。その中には、かつてゴッドバレーの戦いに参加したキャプテンジョンや銀票らも含まれている。深く考えさせられるのは、モリアがオーズの肉体さえも見つけ出したにもかかわらず、ロックスの行方だけは全くつかめなかったことだ。これに対しては、一つの合理的な解釈しか成り立たない。すなわち、ロックスはそもそも死んでいないということである。第3に、最終局面における12人のリストも同じく有力な手がかりを提供している。このリストを注意深く振り返ると、上部の4人の4スベロギはさておき、重要なのは下部の8人の人物である。観察すればわかるように、この8人は実際には4つの陣営に属している。モンキー D ドラゴンとサボは革命軍を、イムとガーリング星は世界政府を、赤犬、杯とコビーは海軍を代表している。そして最後に残った青生地と謎の黒い影は海賊陣営を代表している。なぜこの黒い影がシャムロックではなくロックスであると断言できるのか。それは世界政府陣営にはすでにイムとガーリング星が存在し、また4スベロギ陣営にはすでにシャンクスがいるからだ。もしシャムロックがここに加われば物語の展開として不自然であり、最終決戦が赤髪一族の内戦になってしまう。故にこの黒い影がシャムロックである可能性は絶対にない。さらにロックスが生前使用していた武器は西洋剣であり、頭中の黒い影も西洋剣を手にしている。小田栄一郎は最新の SBS でその剣の名前がエクリプスであることを公表したが、なぜこのタイミングでこの情報を明かしたのか。理由はただ一つ。これを通じてロックスがまだ生きていること、そしてリスト上の黒い影がロックス本人であることを読者に暗示するためである。第四に、リストにおける人物の対峙構図には大きな意味が隠されている。ガーリング星と対峙する位置にいる黒い影が彼の宿敵であることを小田栄一郎はほぼ明示している。ガーリング星の実力は誰もが知るところであり、彼の宿敵となりうる人物は間違いなく彼と互角の実力を持っているはずだ。当時のゴッドバレーの戦いにおいてロックスの実力はガーリング星を瞬殺できるほどであった。しかし心臓を一つ失ったことで実力が大幅に低下し、現在のロックスはせいぜいガーリング星と同等の戦闘力にとどまっている。これは黒い影がロックスであることをさらに裏付けるものであり、この2人の対峙構図はかつてゴッドバレーで結ばれた因縁にピタリと呼応しているのである。第5に、黒い船に関する手がかりである。黒ひげ海賊団が青生地と会話した際、日の傷の男は黒い船に乗っており、誰かが近づくと極めて危険な巨大な渦潮が発生すると明かしていた。このことから基本的に次のように推測できる。素性を隠したロックスは一つのロード歴史の本文を手に入れた後、海上を放浪し始めた。もし船が近づけば彼は西洋剣を使って巨大なハンマーや砲撃のような斬撃を放つのだ。その攻撃の威力が絶大であるため、海面に強力な渦潮が巻き起こり、これこそが誰も安易に近づけない理由となっている。以上のことからロックスが日の傷の男であることについてはすでに十分な論理と手がかりが示されており、この推論は極めて明確である。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。
皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。